In the valley of the green, looking up at the gray and the gold. Holiday tarot, the stories that never get told. From the junk frost summit to the edge of the world we see. Grind a wall breathing, setting the spirit free. Holiday tarot, grind a wall above the clouds. Holiday tarot above the clouds. スイスのグリンデルワルトです。ここは街を中心に四方名峰に囲まれたまさにハイキング天国。多くのハイキングマップはユングフラウヨッホをはじめとする標高の高い山々が上になるように描かれています。このエリアは本当にどこにでもハイキングコースが張り巡らされていますが、大きく分けるとアイガーの膝元エリア、プフィングシュテック、そしてフィルストの3つのエリアに分かれます。今回はその中でも観光客から一番人気のあるフィルスト周辺のハイキングコースをご紹介します。今回のルートはグリンデルワルト駅からゴンドラで途中駅のボルトまで行き、そこから自らの足で山上湖のバッハールプゼまでひたすら登ります。その後フィルスト展望台へ通り、最後はフィルスト駅からゴンドラで街へ戻るという登りごたえ抜群のコースです。それでは出発。まずはグリンデルワルト駅からゴンドラでボルト駅へ向かいます。チケットは片道で1人20スイスフランでした。ボルト駅に到着しました。早速山上湖のバッハールプゼに向けてハイキングスタートです。今日は天気も良く、空にはパラグライダーがたくさん飛んでいます。スタート地点の時点ですでに最高の景色ですね。しばらくは川の横を歩いていきます。今日の気温は多分20度を超えていて、川に入って遊んでいる人たちもいました。スイスの人たちは平気そうですが、これは氷河の雪解け水なので、多分私たち日本人には我慢できないほど凍える冷たさです。川を越えると木々に囲まれた林道に入ります。森の中は日陰になっていて涼しく、気候としては気持ちいいのですが、ここ結構な急勾配なんです。しかも木に遮られて景色が見えないため、精神的にも体力的にもだいぶきつい。途中にベンチがあったので座って休憩してみると、絶景が広がっていて自力でだいぶ登ってきたことを実感します。息を整えてハイキング再開です。森を抜けるとバルトシュピッツという山小屋レストランがありました。ここで絶景を見ながら食事や休憩をとるのも最高ですね。ここからは視界が開けた歩きやすい道に変わります。またベンチがあったので少しだけ座って休憩。ふと前方に目をやると、なんと最終目的地のフィルスト展望台が見えてしまいました。信じられないほど遠い。すでに1時間以上も急坂を登ってきたのに、まだまだゴールが遠いことを思い知らされ、絶望しつつもすぐに歩き始めます。
少し進むとだいぶ景色が開けた場所を発見したので、より道してみました。若干コースからは外れましたが、アルプスの大パノラマを背景にすごくいい写真が撮れました。こういう自由さもハイキングの醍醐味ですね。さらに進むと道がだんだんとゴツゴツした岩場に変わってきました。そしてこの辺りからなんと雪が出てきました。歩き始めは全く雪なんてありませんでしたが、標高が上がるにつれて完全に雪道に滑らないよう一歩一歩確認しながら気をつけて進みます。そしてついに湖が見えてきました。ああ、野生のマーモットです。岩陰からひょっこり顔を出してくれました。ということで今回の登りの最高地点バッハールプゼーに到着しました。標高2265メートル、鏡のように澄んだ美しい湖と、その向こうにそびえるシュレックホルンなどのアルプスの山々、本当にいつまでも見ていたい大絶景です。この景色を名残惜しく思いながら、いよいよフィルスト展望台へ向けて出発です。ここからの道は今まで通って変わって、とてもなだらかな下りコース。この区間はフィルストからバッハールプゼーまでの往復を楽しむ人が多いため、軽装の観光客からファミリーまで幅広い層の方々がたくさん歩いています。今までとは山の見え方が変わり、だいぶ東側の山々が迫力満点に見えるようになってきました。またベンチがあったので座ってみます。本当にどこを切り取っても圧巻の景色です。そしてついにゴールのフィルストに到着しました。展望台の先端へ行くにはこのクレイジーなクリフウォークを歩いていきます。段がい絶壁にせり出した吊り橋で、歩道の隙間からは遥か下まで丸見え。高いところが苦手な方は足がすくんで歩けないかもしれません。怖さを我慢してなんと下展望台の先端まで着きました。ここは超人気の撮影スポットなので、写真を撮るために15分くらい並びました。フィルスト駅の建物はレストランになっていて、ここでゆっくり食事をとることもできます。室内にはおしゃれなバーカウンターもありましたよ。最後は
フィルスト駅からグリンデルワルト駅までゴンドラで一気に下山します。料金は1人当たり36スイスフランでした。ここで一つ注意点。夏のハイキングシーズンでも下りのゴンドラの最終便は18時頃と意外と早いです。この最終便を逃すと自力で山を降りる羽目になるので、時間に間に合うように余裕を持ってハイキングの計画を立てましょう。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。他の動画もあるから見てね。